はい、ビッグハイルです。ロシアから居合学びに来ました。先生、今日の技は何でしょうか？今日はね、組み合いの居技、要は正座した状態からの、肩の5本目、つかどり返しというのを稽古しましょう。お願いします。お願いします。まあ、一連の流れ見て覚えてね。はい。座ってるところ、相手が刀を奪いに来る。で、手で力で持ち上げようと思ったら、相手強いから、ここで大事なのが抜き。浮いたら、で、そのまま刀を抜いて、相手を寄せて首を切る。はい。という方を稽古しましょう。はい。大事なポイントがたくさんあるんですけど、それは直接道場に来られてる門弟さんにしか教えないので、編集で適当にカットするなり、ピー入れるなりしてください。はい、じゃあやってみましょう。はい。で、間違ったやり方するとどうなるかっていうのを一回やってみますね。はい、相手がつか取りに来ました。で、さっきも説明したように、力で攻めちゃうと、抑えられてやられちゃう。大事なのは全身の力を緩むこと。で、ここに技かけるんだけど、見るのは相手の中心。やってみてください。お、来た。ちょっと押しすぎ。そこから一気に。ここで、今ね、僕手を動かせるんだ。この状態から攻めて。相手も殺されたくないからこんな風にして必死に守ってくるから、ここを固定すること。ここが変に動いちゃうと相手が有利になっちゃうから。はい、どうぞ。相手に反撃する余裕を与えないこと。で、どうしてダメかっていうと、大貫さんが僕を攻めたいっていうのがすごく出ちゃってる。前に出るんじゃなくて、軸はそのまま。そうそう。うちの居合の特徴としては、自分から切りに行くとか攻撃を仕掛けるとかじゃなくて、相手が勝手に切られに行くっていうシステムを作るじゃん。システムって言ったらおかしいかな。で、もう一つ、これはまた一段階上のレベルに達したらやってもらいたい稽古なんだけど、ダメ。全体力抜く。ダメ。軸は残したまま。はい、来た。これ倒れるときに、ここでもう反撃。上級者になってきたらこれをする。で、この時に刀スッと抜くでしょ。で、相手が刺しに来たら、これだとちょっとあれだね。こっちが危ないから。すぐにこの刀のこっち側で相手の中心に取って剣を違う自分から狙うんじゃなくて自分の中心に立てそのまま足をこっちに引きながら座り込むそうっていうふうな稽古の段階があってまず手順を覚えるで手順を覚えたら今みたいに約束稽古だからこういう攻め方します、こういう返し方しますっていうのは決まってるけども、反撃して OK。たまにあざ作りながら正しいというか理想とする剣術とか居合を学んでもらえたらと思います。はい、じゃあやってみましょう。はい。お願いします。この時は両手かけていい？はい。今技不十分だね。
本来だったらかかってない。で今のだったら力かけて切ることできないでしょ。このままで動かしてください。ちょっとでも自分が攻撃したいっていうふうに動いちゃうと、ここでやられちゃう。はい、もうここまで崩されると絶対取り返せないから、もう嫌がらせのつもりで動かして抵抗してください。出来上がりだよね。で次は技使います。でここで相手も握ってるから刀動かせない。引きたくても引けないでしょ。手が邪魔になるから、この動きを使って相手の手を抜きながら首を切る。はい、すごいですね。またこれも手順を追って教えます。はい。でもう一つやったらダメなのが後ろに引く。はい。例えばどんなのかというと、こうですね。ここまで倒せている状態で、刀を抜くために自分が後ろに引いちゃうと、切っ先この中にこれで終わっちゃうの。ああ、はい。刀は自分の腹前に来ないようにこの状態からまっすぐに、これ中に入れようとしても切っ先外だから安全。はい。で自分で、はい。初心者の間はなかなか肩詰めができない、難しいですかね。そういう時にはまず覚え方の一つとしてね、はい、ここで自分の中心に向かって上げていく。使う。はい。上げていく中で左足寄せてやる。あ、おお、はい。こう。そしたらこっちロックかかる。このまま押します。ああ。でもこれはもう修行を積んだ人には通用しないよ。素人にはかかるかもしれないけど。ああ、はい。やってみます。左の足をこっちに自分の中心に向かってつま上げる。自分が座るだけだったら、はい、相手を引き寄せる。それも不十分。確かに、はい、なかなかここ刀を下ろすのはなかなか難しい。ここ固定しちゃうんですか。固定したらするっていう表現したけど実際には固定しません。あ、そうですかね。刀と自分が一体になるだけ。ああ、その時は右足は前ですか。入れ替えながら。あ、入れ替えながらですね。そう、自分の軸崩れちゃうでしょ。あ、はい。後ろとか横からポンとされたら倒れちゃう。はい。一回やってみて、そしたら分かる。あ、はい。転がって。で、この状態だよね。はい。で、反撃しているからね。はい。できるでしょ。はい。自分が突っ込むと相手が有利になっちゃう。どんだけ頑張ってるの。はい。なぜかというと、その相手の手首が生きてるから。はい。こういった時点で、はい、出だしが分かるでしょ。はい。じゃなくて、この手の形変えないようになっちゃう。これがこうなった時点で相手反撃するから。一番力が入るから。はい。握っててね。
切れないよね。おお、ですか。すごいですね。やってみていいですか。どうぞね。もう倒れてる状態からいいですか。私がやりましたので、どうします。これは上からはい、そうですね。そう、刀と体がバラバラだからとから。はい。難しいですね。その中心軸を感じるのも難しいです。ここで瞬間にパンと技かけないと、はい、下手すると相手がこの塚で自分の頸動脈を守っちゃうから、こうやって。はい。こういうことしてくる相手の方が反応良くて今みたいな動きになるなと思ったら、ここで下から持ってくる。まあこれまた替え技になる。はい。これで頸動脈を守ってください。守れるよね。これ刀がこっちに行くまでに相手の刀が入る時間的な余裕もあるからなのね。でここで入れ替える。刀のないところに来るから。あと使って。常に相手がどんな行動をしてくるかっていうのをいろんなパターンに予測する。はい、妄想に妄想を広げて、こうやった時に相手がこう返してきたらどうするかっていうのを事前にインプットする。突然されるとやっぱり人間って緊張してしまって動けなくなるから。はい、だからSP がボディーガードとかの人たちっていうのは常に妄想してるっていう。もしここでこっちから襲撃されたらどうするか、後ろからされたらどうするかというのを常に考えてるんだから。居合もそういう考えのもとで稽古しないと、正しい本物の居合を学べません。わかりました。はい。とりあえず攻撃する暇を与えないようにやってみてください。はい。お願いします。